んばんは。今日は人に嫌われたっていいじゃないっていう笑っちゃう話をしていきたいと思います。私実際あった話なんですが、もしあなたのクラスとかで、紙が回ってきて今日あいつ無視しようとかって書かれてるとします。そういう紙が回ってきたらあなたはどうしますか？参加しますか？参加しませんか？戦えますか？止めに行けますか？これみんな想像の中では助けに行くっていう人いると思うんですけど、実際私がこの状況になった時にどういう結果になったかをお話ししますね。その名前っていうのが私と仲いい子でした。だから私と一緒にいた子もね、その場で見た人っていうのはその子と仲いい友達でした。じゃあ仲いい子だからいじめるわけないでしょって思うじゃないですか。でも私以外全員が 100% 無視しました。その子をいじめるということに加担しました。これが現実なんですね。で、私はじゃあどうしたかっていうと、私その紙見た瞬間、私これやんないよ、みんなは別に好きにしていいけど私はこれやんないでずっと喋ってるわって言って、実際に、その部活始まって、でもうみんながその子が何かするたびシーンって無視してやってる中、私ずっとその子と話し続けてめちゃくちゃ大笑いしてました。紙を送ってきたのがその部長の付近の人たちだったんですね。でその部長たちが全員私を睨んでたんですけど、私は別にそれも怖くなくて、っていうのは自分がね、幼い頃からもっと命に関わる最悪のものをね、もう見るもの見てきたんですよ。だから正直なんかその辺のね、なんか子供が集まっていじめとかやってるっていうのを大して怖くない、殺すとか言ってるけどどうせお前殺せないだろみたいな感じじゃないですか。っていうかお前人に殺されるってどんな感覚か知ってんのかよって私は言いたくなりますからね。その人たちがね、どんなに怖くしようとしても申し訳ないけど私には効かなかったんです。それに私はそういういじめとか暴力とかっていうものがね、どんなものかっていうのを知ってる、どんなに苦しいかを知ってて、その痛みをね自分の友達に与えるっていうのは絶対無理でした。 100% ありえない、もうやるっていう選択肢がゼロっていう状態でした。だから私も最初からそのことずっと喋り続けて、結局私のせいでいじめの空気が全然作れなくて、いじめになんないで終わっちゃいました、その日に。これで何が言いたいかっていうと、人に嫌われる行動を私はしたんですよ。その場で私以外全員がその子をいじめた反逆者は私だけだったんですよ。その悪い人からしたら私が敵なんです。悪者なんです。自分たちがいじめようってやってんのにそれを邪魔してくるやつ、悪いやつ、それが私だから、愛のある生き方をしようとしてると必ずと言っていいほどこうやって戦わなきゃいけない、一人で悪人のようなね濡れ衣を着せられなきゃいけない時があります。これめちゃくちゃ多々あるんですね。だから愛のある生き方って言うとボワーンってしてお花咲いててみたいにイメージしてる人いるかしんないけど、そうやって人に嫌われることをあえてする、そういうことができないと結局普通の人になるっていうことなんです。普通の人は普通にいじめをやる、普通の人は自分の友達であってもいじめる、それが普通の人の世界です。だから愛のある行動っていう人と違うことをするには、その人たちにとって悪人になんなきゃいけない、非難されるかもしんない、自分が嫌われるかもしんない、それができる、それが初めて愛のある行動なんですね。私は人をいじめませんよって言うということは、ある意味それをしたい人たち、大多数のそれを参加する人たち、協力する人たちの敵になるということです。人に嫌われるということです。悪人に嫌われるということ。では逆にね、悪人に好かれてなんか幸せですか？命に優劣をつけるような人たち、こういう人たちに私の命を応援するような動画届かないっていうの分かってますから。だから
別にそういう方々が減ったとしても私にとってマイナスではない。むしろちゃんと心がつながってくれる人が残る、そっちの方が私幸せなんですね。何が幸せなのかっていうのを考えてみるといいと思います。人に嫌われることが悪いことだっていう、人に嫌われると怖い、それだけで思考停止してるかもしんないけど、実際じゃあ人をいじめる人と頑張って優しくしてつながって、結局あなた何が残りますか？絶対裏で悪口言われますよ。人をいじめるような人って、その人がいなくなったら速攻で悪口言い出すじゃないですか。そんなもんじゃないですか。そんなどうでもいい関係性のために命がけで優しくして優しくして、機嫌取って機嫌取ってやる必要あります？まあ自由なんですけど、私はあんまりそういうことに興味ないですね。結果として人に嫌われることが幸せであるっていうことが起きてくるんです。いじめをしたい人と私は仲良くなれないので、いじめをしたい人はもうどんどん離れてっていいですよ、 OK ですよって、で離れてってくれたらありがとうございましたっていう感じですよね。だから幸せなのか不幸なのかよく見てみてください。嫌われることが幸せっていうパターンが実はあるんですよ。で、愛のある生き方の方がいいのか、愛がなくて、ご機嫌ばっかりとってる人生で今まで楽しかったか考えてみてください。まあ突然ね、生き方を変えることはできないと思うけど、ちょっとこういう価値観を頭の中に入れるだけでも少し人生が変わっていくかもしれないです。というわけで今日は人に嫌われても別に良くないっていう話でした。あなたの心にとってちょっとでも楽になる、そういう話ができていたら、一つでもできていたら幸せに思います。